どうも皆さんこんにちは。はらぺこグルメ道ひろろです。今回は山口市から、チャンネルに協力してくれている方から、ここ美味しいのでぜひ撮影してくれませんかと紹介してもらったお店。うどんが美味しいお店らしく、その方曰く今まで食べた中でもかなり上位に入る美味しさなんだとか。直接つながりのある方からの口コミ情報は信頼できるということで、紹介者の方と早速お邪魔してきました。今回は絶品うどんのお店をご紹介します。道案内は動画の最後にありますので、動画を見て行ってみたいと思った方はぜひ最後までご視聴くださいね。今回のお店はこちら、湯田製麺さん。2004年からボーリングの森で営業していたお店、讃岐工房を2014年から引き継がれたオーナーさん。その後に移転と同時に改名して現在の湯田製麺へ2024年4月にオープン。だしにもうどんにもしっかりこだわるお店。駐車場は13台分。広い駐車場で止める場所には困らなそうですね。運転中でも分かりやすい看板で助かりますね。そして朝早くから営業されていて、朝食としてうどんというのもいいですね。知り合いのおすすめのお店、すでに期待度は上がってきていますよ。それでは行ってみましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。スポンサーメンバーシップ募集中。入ってみるとお店の真ん中に仕切りのあるテーブル席が14席、6人掛けのお座敷席が3席、さらにその奥に4人掛けのテーブル席が3席。とても広々とした店内。お一人様から小さいお子様連れでも対応できる入りやすいお店ですね。注文はこちらでお盆とお皿などを取り、そのまま左へ進んでいき、お好みの揚げ物やおむすびを取っていき会計するシステム。丼物やおうどんなどの注文は最後の会計時にするようです。それにしても揚げ物の種類が多いですね。これはヒロロでなくてもどれを取るか迷う人続出でしょう。撮影時は朝の時間帯にお邪魔しましたが、お昼時はこのエリアが大渋滞しそうですね。そして揚げ物の前におでんも用意されています。こんにゃく、卵、厚揚げ、牛すじ、もち入り巾着、大根、ロールキャベツ。おでんの定番かつあると嬉しいラインナップですね。今回はおすすめの揚げ物をいただきつつ、お店おすすめのメニューをご紹介していきますよ。ありがとうございました。まずうどんといえば定番のこれ、肉うどん。綺麗なうどんの出汁にたっぷりのお肉、ネギも多めに入っていてとても美味しそうですね。お次はこちらの山かけ明太ぶっかけうどん。まだまだ暑い夏にうってつけの冷たいぶっかけうどん。たっぷりのとろろに明太子、レモンも絞ればさっぱりと食べられそうです。いやー美味しそう。それではいただきます。まずは肉うどんから。美味しい。うまい。甘めで食べやすいお出汁、優しいうまみで一口飲めば全部飲み干したくなるほどの美味しさ。
だしは利尻昆布と大島産のいりこを使用。お肉は国産牛と輸入肉のブレンドで、老舗のお肉屋さんから仕入れたものを水を使わずに料理酒、三温糖、醤油で味付け。うどんは国産小麦を使用し、塩水で20時間かけて熟成させて提供。讃岐うどんのコシが生きて食感は最高。お肉の甘めの味付けがお出汁にも合いますね。これは食べ始めると止まらなくなりそうです。唐辛子を入れると辛みによりお出汁の美味しさが引き立ちますよ。お次は山かけ明太ぶっかけ。こちらは明太子のしっかりとした塩気と辛みがあるものの、その辛みをとろろが包んで和らげ、絞ったレモンが全体をさっぱりさせてくれて本当に夏にぴったり。2番だしに自家製の返し醤油で作っただしに毎日すりおろすという長芋をたっぷりと、その上に無着色の明太子をのせると完成。まだまだ暑い夏に食欲が落ちた時にぴったりなメニュー。どちらも美味しくて食べ終わるまでがあっという間。続いて今回の撮影でヒロロが感動したメニューをご紹介していきますよ。これで色を切るって昔は全部傷が使うから、この方が麺がいいんですよね。あ、そうなんだ。これは青さたっぷり使う。風味がめちゃくちゃいいです。そのメニューがこちらの青さうどん。たっぷりすぎるほどの青さでうどんが見えない。真ん中のネギとの色合いがいい感じですね。それになんといっても青さのいい香りがたまりません。たっぷりの青さがうまい。これほど贅沢に青さを盛り付けているうどんが今までにあっただろうかというよりも、こんなに青さを盛り付けているメニューをヒロローは見たことがありません。食べた瞬間にいい香りが口いっぱいに広がって、まさに贅沢感があふれるメニューですね。大島産の天然青さとお店自慢の天然だしのシンプルな味わい。シンプルだからこそ味にごまかしが効かない中で、ここまで美味しいのは青さの素材の良さとだしのクオリティが高いという証明ですね。それに取ってきていた海鮮かき揚げも投入。海鮮かき揚げは玉ねぎ、エビ、イカ、アサリを混ぜて揚げており、朝のみの販売。これを食べるには朝に狙いを定めていかないといけないみたいですね。しかしその価値は十分ある美味しさです。だしと青さとかき揚げでめっちゃ美味しい一杯になります。食べているとオーナーさんがぜひこれも食べてみてと持ってきてくれたのがこちら、釜玉明太うどん、そしてバター。しかもそれにブラック胡椒がたっぷりめにかかっています。オーナーさんの指示通りによーく混ぜていくとこんな感じに。一体どんな味なんでしょうね。早速食べてみましょう。これはまさかのカルボナーラ。麺はうどんなのでカルボうどんといった感じですね。これはうまい。自家製麺を茹で上がったままの麺の上に卵、無着色明太子、バター、ブラック胡椒、そこに自家製のだし醤油、全てをまんべんなくかき混ぜることで、なんと味のトランスフォームが実現。この味わいはまさにカルボナーラ。これは驚きの一杯。ビフォーアフターが劇的に変わって面白いし、しかもうまい。この組み合わせもユダ製麺さんに来店された際に一度は食べてみる価値のある一品です。最後に軽く揚げ物をご紹介しますね。ユダ製麺さんの揚げ物で特に人気でおすすめのものがこちら、鶏白と鶏黒。どちらも唐揚げをイメージしてお子様から大人まで食べられる味付け。大きめなのが鶏肉大好きヒロローには嬉しいメニューです。どちらも20年間愛される変わらない味。20年変わらないということはすでに完成された味ということ。うどんのお供にぜひ食べてみてくださいね。
おすすめしていただいたうどん、やっぱり美味しかった。今回も大満足です。ごちそうさまでした。今回は山口市の湯田製麺さんのご紹介でした。知人からおすすめしてもらったお店はいかがでしたか？教えてもらった時点ではやはり食べてみるまではわからないでしょうと思っていたんですが、いざ食べてみるとヒロロ感服しました。優しい甘さの出汁、ちょうどいい甘さの加減が全て飲み干したくなるほどの美味しさなんですよね。讃岐うどんのもちもち感もヒロロ好み。ヒロロ的には自分の好きなポイントがバッチリ詰まったお店でした。揚げ物の種類が多いのも高ポイント。逆にどれにしようか迷ってしまうのはデメリットかもしれませんが、お客様それぞれの好みに合ったものが揃っているかと思います。今回の評価はこんな感じ。広く清潔感のある店内でメインのうどんメニューだけでなく揚げ物のメニューも多い嬉しいお店。席数も多くお一人様でもファミリーでも対応できるキャパシティがあります。優しい甘さの出汁と讃岐うどん、さらにメニューも多くトッピングメニューも多いので自分だけのオリジナルうどんも作れそうですね。うどんだけでなく丼物やカレーもあり、うどんと同じように自家製の出汁を使っているそうで、うどんを食べればわかるあの美味しい出汁を使用しているのならそりゃ美味しくなるでしょうと思ってしまいますね。なので2回目はあえてうどんではなく丼物とカレーで動画を作りたいと考えています。そちらも楽しみにしていてくださいね。それでは道案内です。今回は宇部方面から向かうルートでご案内します。まずは山口宇部道路を進んでいき国道9号へ合流します。しばらくまっすぐ進み吉木の交差点を右折。そのまままっすぐ車を走らせれば左手にお店が見えてきますよ。駐車場は13台分。広い駐車場で止める場所には困らなそうですね。運転中でも分かりやすい看板で助かりますね。そして朝早くから営業されていて朝食としてうどんというのもいいですね。それでは皆さんも絶品のうどんをぜひ食べてみてくださいね。はらぺこグルメ道では山口県の飲食店を応援したいという思いをモットーに日々動画を作成しています。これからも皆さんに注目すべきいろいろなお店をご紹介していきますので、今後どんなお店が紹介されるのか気になる方はぜひこの機会にチャンネル登録ボタンをポチッと押し通知をオンにしておくことをお勧めします。それでは今回の動画はここまで。また次回お会いしましょう。またねー。